皆様こんにちは。有限会社フィールド&ネットワーク並びに NPO 法人ナチュラルサイエンスの大草と申します。本日は自分が7年前からここ仙台宮城の地で活動する中で自分自身が確かに感じているポテンシャル、これについてお話をさせていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。ブラックボックス化した世界、それが今私たちが生きている世界です。その中で私たちは多くのものを得て、その代償として多くのものを失ってきました。私たちが得たもの、それはブラックボックスの中身について何も知らなくともその結果を享受することができるこの便利さ、利便性です。しかしながらその便利さと引き換えに私たちは自分の脳みそを積極的に使う機会を失ってきました。その最たる例が科学技術です。私たちは科学について何も知らなくとも科学技術がもたらす成果を享受することができます。例えば誰もが今使っている携帯電話、これ一つ例にとっても、たとえ私たちはシュレーディンガー方程式の解き方を知らなくとも誰でもいつでもどこでも好きな人と通信することができます。しかしながらその便利であるがゆえ、私たちはたとえ自分自身にとって未知の現象ですら疑問に思わなくなってしまいました。ましてや自ら積極的に疑問に思い何かを生み出すことができない、これが実は重大な問題なわけです。これがいわゆる世間でいわゆる科学離れです。科学離れというと一般的には個人的に理科が好き嫌いといった好き嫌いの問題で言われてしまうことが多いのですが、科学離れの本質的な問題というのは理科で本来養われるべきはずの知的好奇心や論理的思考力、この低下を意味します。この結果、理系文系問わず高等教育を理解できない学生が増大し、大学の教育の質の維持が著しく困難に陥っているという形で問題は顕在化しています。ご存知の通り、日本は資源がない国、人間の脳みそで頑張るしかない国です。ところがこの科学離れ問題、もはや科学技術立国日本、その根底を揺るがす社会的リスクとさえ言われています。その典型例が私自身です。その実例としてここから私個人の話になりますが、私は小さな頃埋め立て地に住んでいました。公園も池も川もそして田んぼもコンクリートでできていました。お星様は2個ぐらい見えました。その中で、公園で遊ぶ中で幼い自分が無意識に思っていたこと、それはどうせ掘ってもコンクリート出るだけだから、掘っても意味ないんじゃないかと、そのように無意識のうちに何でも当たり前のように思ってしまっていたんです。とはいえ今思えば、たとえコンクリートの上でもそこには土があり草があり木が生え、また風が吹いています。そこには自然現象もあったはず。しかしながら本来複雑であるはずの自然現象でさえなんとなく全部当たり前のように思えてしまう。そこに自分が疑問に思ったり確かめようとする、そういった対象がないような気がしていたんです。そんな私ですが、大きくなってから自然現象を探求する理学部に進学しました。ところが大学に進学しても科学というものがすでにできた完璧な体験のように見えてしまって、そこに自分のつける隙など到底ないんじゃないかというふうに思ってしまったわけです。それによくよく考えてみると、研究テーマも教授に面白いって言わされてるだけじゃないか、自分の父に足ついてないんじゃないかというふうに気づきました。自分のワクワクするところからやってないので、どんどん喜怒哀楽が失われていくような感じがしました。このままでは死んでしまう、本当にやばい、
そういう大変大きな危機感を覚えたのです。ここにいる皆さんでしたらすでにご察しの通り、これはまさに科学する心と正反対です。物事が何でもかんでも何か当たり前に思えちゃう。だから当然ですけど不思議だなって思わないわけです。で、不思議だなって思わないから、これも当然ですけど自分で確かめようっていう気持ちが起こるはずがないわけですね。それに対してノーベル物理学賞受賞者の友永慎一郎さんはこのように話しています。不思議だと思うこと、これが科学の目です。よく観察してそして考えること、これが科学の茎です。そして最後に謎が解ける、これが科学の花です。まさに科学することと自分は正反対だったんだなと。これでは知的好奇心も論理的思考力も育まれないどころか、ましてや何か新しいものを生み出すなんて到底無理なんだな、そういうことを、非常に自分自身の本当に悲しい実感ではあるわけですが、非常に痛感したわけです。とはいえ、もう失ってしまったことをどう言っても仕方ない。もう終わったことでそれを取り戻すことはできない。じゃあ自分の弱みを強みに変えるしかない。そう思って2005年大学院在学中に起業しました。というのも、今までの自分は結局は人がいいって言ってたその価値給にどんどん乗っかって流されてるだけで、自分の足で生きてなかったんじゃないか。今でもここで自分の足で立たなければ、もう一生自分の足で立てなくなっちゃう。これが最後のチャンスだ。そう思ってその手段として起業したわけです。ただ、じゃあ何を具体的にやればいいのか分かりませんでした。じゃあ自分が知りたいことしに行こう。じゃあ世間で本当にできてるって言われている人たちは本当にできてんのと、その疑いを持っていろいろな著名な方に聞きに行きました。その結果をまとめたものが宮城の新聞です。宮城の新聞では世界的に著名な科学者や経営者、そして政治家、いろんな立場の方、これまで総勢100人ぐらいの方に取材活動を通して、それぞれの人が本当に何に対してリアリティを感じて生きているのか、これをずっと聞きに行きました。今も聞いています。そして世間でできているという100人ぐらいの人にお話を聞いた私が分かったこと、それは本当にできてる、びっくりだと、そういうことです。というのはですね、世間でできていると言われている人はまず自分の芯を持っていて、その芯から一歩一歩の積み重ねで、その膨大な積み重ねの必然の結果として世界で勝てているんだなと。それでいて、その芯というのは意外なほど素朴で、自分が面白いと思っているものを形にする、それを多くの人が共有できるものまで持っていってる。これが今すごい人が目の前にいる理由だっていうことがよく分かったわけです。それでいて、このできている人であればあるほど、自分が面白いと思って形にしたもの、これをより正確に他人に理解してもらいたいって気持ちが強いということもよく分かりました。そこで私はそれを形にしたいと思いました。そうやって生まれたのが学徒仙台宮城サイエンスデーです。学徒仙台宮城サイエンスデーは、研究者、技術者、そういう人たちが普段研究をしている中で、わわっと面白いと思った、この面白いと思ったものをギュッと形にする、それを1日年に一度限定なんですけども、そういうものを形にする科学イベントです。東北大学会場、丸ごと東北大学を会場にして、子どもから大人までどんな人でも参加することができます。そもそも科学という客観的で固まっているように見えるものでも、実は人間が面白いと思って形にする、それをより多くの人と共有したいと思って作っている、こういうものが自分自身実感できなかったからこそ、そういうものを実感できる場を作りたい、そう思って自分のある意味弱みから始まったイベントではあるんですが、意外と人気が出てきました。このグラフは横軸に、年に一度の開催なので時間軸で、出展者と来場者のどれだけ変化したかということを示したはずです。2007年、一番最初に活動を始めた頃は、我々1団体から始めまして、お客さんも40人ぐらいでした。それが年々増大して、今年は93の団体の研究者、技術者の人たちが自分が面白いってものを形にし、そして6300人ぐらいの方、子どもから大人までの方がいらっしゃっています。少しずつ認知度も向上してきました。
サイエンスデーの季節、暖かくなってくると、そろそろサイエンスデーの季節だねというふうに出展者の方や来場者の方からも言っていただけるように少しずつなってきています。私がここ仙台宮城の地において7年前に起業して、そして宮城の新聞を作り、そしてこのサイエンスデーというものを作って感じていることがあります。どうして宮城の新聞やサイエンスデーにどうして協力してくれるんだろう、その理由を考えてみました。よくよく考えてみれば、それはどういうことかというと、そもそも人はやっぱり自分が面白いと思うものを形にしたい、作りたい存在です。で、それを伝えたい存在です。で、そういうものを知りたい存在です。すなわち人間はクリエイティブな存在、何か作りたいと思う、伝えたいと思う、知りたいと思う存在なんだと、そういった気持ちっていうものが本来人間持っているはずだと、そういうものが発揮され共鳴し合って、そしてそれがつながって循環することができれば、それこそが心豊かな社会とつながっていくんではないか。このことが私自身が仙台宮城の地において一番ポテンシャルとして大きく感じているものなんです。自分自身を失ってしまったからこそ、ここに心を中軸を置くと勇気が出る感じがします。人間が本来持っているこの力、無尽蔵のものだと思います。これが発揮されつながっていく社会、そういうものに対するポテンシャルを私はここ仙台宮城の地で非常に強く感じています。これからも私はその人間が本来持っているこういう存在なんであるということを信じて活動していきたいと思っています。きっとそれが大きな力になる。これからきっと変化の激しい不透明な社会になる中で力を持つはずだ、そう信じて活動していきたいと思っています。それが私がここ仙台宮城の地で感じたポテンシャルです。以上が私のお話です。どうもありがとうございました。